皆さん、津軽三味線士には高橋筑山、木田林松栄、それから白川群八郎などといった偉大な名人がたくさんいます。現代においてそういった名人たちから何を学ぶのか、また名人たちから学ぶ意義とは何なのかという話をしていきたいと思います。先生とかに名人の演奏を聞きなさいって勧められたものの、音質悪いし下手に聞こえるなとか、現代のプロの方が完成度は高くて聞きやすいなって思う人もいると思うんですよ。で、僕もかつてはいや下手じゃん、学ぶものなんかないなって思ってたんですよ。でも実際は違って、現代のものと同様に名人たちから学ぶことはたくさんあります。で、まずちょっとその前に注意したいのは、現代の基準で言うと名人の演奏そのまましても評価はされないと思います。技術は進化してるんで、完コピーしたからといって大会でいい成績を取ったり音楽の仕事で高い評価を得られるかというと、そうではないと思います。注釈なんですけど、これは奏者側から見た技術的な視点の話であって、好き嫌いの話とはまた別です。技術的に上手くなりたいっていうわけではなくて、往年の名人芸が好きなんだっていう方は今回の話はあんま参考にならないと思います。で、本題に戻りますけれども、学ぶものの一つ目としてはフレージングスタイルの変遷です。ここでいうフレージングっていうのは、口述するリックっていうのとは違って構成や流れなど全体的なフレーズのことを指します。ちなみにリックっていうのはチリタラ4300などのような細かい単位のフレーズのことです。フレージングが現代的すぎると評価されにくいっていうのはご存知の方も多いと思います。この伝統的なフレージングが良いかどうかっていう価値観は一旦置いときますけれども、評価されてる人の多くはフレージングが現代的ではないかなというところが現状です。体感なので、語弊を多分に含むんでしょうけど、90年代あるいは2000年代以降に出現したフレーズは現代的で冒険的なフレーズとみなされるような気がしてます。で、名人がやってないフレージングはもしかしたら伝統的で正統派っていう印象にはならないと思うんですよね。で、そういったフレージングの文脈をなぞる意味でも名人の演奏を聞くといいと思うんですよ。で、これは現代の上手な人だけを聞いたのでは学べない部分なんですよね。フレージングの変遷は通じ的に学ぶといい。つまり過去から現代までいろんな名人の演奏を聞いて、例えばですけど80年代以前までの演奏だったら大会で受けやすいなとか、津軽っぽい印象を与えやすいなみたいな感じで活かすといいと思います。で、2つ目に純粋に各種テクニックが学べるかなと思います。テクニックは現代の上手な人たちからでも学べなくはないんですけど、名人の方が顕著なので分かりやすいんですよ。例えば現代の譜面では三拍子で表記されるよされ節とか相矢節とか、こういったものを木田林松栄とか佐々木隆さんが弾くと、グルーヴは実際に一定ではないものの7拍子のエッセンスがあるんですよ。ちょっとやってみますと、譜面通りに3拍子で弾いてしまうとツッカッタンツッカッタンツッカッタンなんですが、名人たちは7拍子っぽく弾いてるので、ツッカッタンカツッカッタンカツッカッタンカツッカッみたいな感じで弾いてるんですよね。で、それから2つ目は木田林松栄とか白川群八郎の壺の移動のタイミング、注目してみてください。今だとほとんどの人が壺の移動のタイミング早いんですよね。フライングしてしまってるんですよ。右手の叩きよりも早く次の壺に移動してしまって叩いてる。こういった演奏になってます。なんですが、名人は左手と右手のタイミングがバッチリジャストなんですよね。こういった感じのバシッバシッといったイメージの演奏になるんですよ。
これはかなり難しいテクニックなので、やっぱりさすが名人だなっていう感じがしましたね。映像がね、あまりないのが残念ですね。映像がないとちょっと学びにくい部分ではあります。で、次に、名人がやっていたスゴテクリック。ここで出てきましたね、リックってね。梅田宝月のキューブ詞のフレーズ。この16部で詰め込むやつとか、白川軍八郎がキューブ詞でやってるみたいなやつとか、16分符と3連符のコンビネーションとか、現代の価値観においても非常に難しいことをやっている。今の人たちでも全然できないようなフレーズをやってたりするので、こういったところを学ぶのも一つ面白いかなと思います。一見派手で現代的と思えなくもないフレーズなんですけど、先人がやってたと思えば、許容されると思いますし、津軽らしくないって排斥されることもないと思うんですよね。でむしろ再現できてすごいなっていう評価もあり得ると思いますね。以上のように名人芸の全体を真似するってよりも現代のテクニックにも通じる、あるいはそれ以上のテクニックがあるんで、そのエッセンスを盗むっていう感じなんですよ。そういった向き合い方がいいかなと個人的には思います。当初は名人の良さが分からなかったっていう話もしたんですけれども、それは僕が全体を見て総合的な評価をしてしまってたからなんですよ。これは仕方なくて、当時ってまだねじめ、トレモロとか拍の正確さとか技術体系化まだされてませんでしたよね。大会もなかったので、競技性が現代よりも高くないんですよ。そういった時代背景を考慮して聞かなきゃいけなかったんですよね。全体を聞いた印象よりも一つ一つの要素に耳を傾けると、名人はこんなすごいことをやってたんだな、ここはすごく勉強になるなというような聞き方ができるようになると思います。ということで、結論、名人の音源はやっぱりガンガンね勉強した方がいいと思います。今の音源では聞けないテクニックもたくさんあるので、そういったものはどんどん取り入れて現代にも生かしていけばいいのかなと思います。これからあとは名人シリーズ、個々の名人を取り上げる回もやっていきたいなと思いますので、そちらもお楽しみにしてください。それでは。